皆さんこんにちは。前回はバックロードホーンの課題を確認しました。バックロードホーンの課題に土管臭い音の共鳴とベタ置きによる低在波がありました。この課題を解決しないとこの方式にまともな音は期待できません。今回はこの対策を実際にやって効果を検証していきます。こちらは前回ご紹介したシステムのインピダンス特性です。このあたりの凹凸が土管臭い音の元になっている気中共鳴です。出口の広がりが小さいとそこで音が反射して来た道を戻っていきます。気中共鳴はこの往復によって起こる現象です。これらの小さな山は低在波です。これはホーン内部にある平行な面が原因です。低在波は平行な面があればどこでも発生する厄介な現象です。これらの対策には吸音材を使います。最も効果的な設置場所はすべてのモードが腹になるホーンの両端です。例えばホーンの入り口、つまりヘッドやスロートのところで 200Hz 以上の音を減らせばその先に平行な面があっても低在波が出なくなります。実際にやっていきます。ヘッドの裏側にウールマットを入れます。厚みは2枚重ねで 40mm です。こちらはスワンの首の部分、スロートに吸音材を入れた様子です。厚みは 5mm です。薄い吸音材を長く使って距離で効果を稼ぎます。ホーンの出口に 10mm の吸音材を置きます。これは元からある対策のようです。これらの対策をそれぞれ個別にやった効果を確認します。結果を見ていきます。どの対策も効果が出ていますが、一つだけ効いていないものがあります。丸の部分はホーンの出口に吸音材を置いた結果です。このピークは内部の構造に関係するのでしょう。低在波の改善効果を見ていきます。効いているのはスロートだけで他はあまり効果がありません。効いていると言っても丸の部分だけで他は不十分です。おそらく吸音材の厚みが足りないのでしょう。以上の結果からヘッドとスロートの2箇所に吸音材を入れることにします。スロートの吸音が足りないので 20mm のウールマットに変更します。こちらは最終結果です。気中共鳴のピークが下がっています。低在波のピークも下がっています。まずまずの結果です。こちらはホーン出口の音です。周波数特性で見ると 3dB くらいの効果です。少ないように見えますが、土管臭い響きが改善されています。正面の音と合わせた結果です。離れたところでは赤い線のように聞こえます。低音はあまり出ていなくて、這い上がりの音です。歪みを見ていきます。歪みは 1% が一つの目安です。1W で 1% を超えてますが、能率が高いので相当な音量です。バスレフと違って低音の歪みがあまり増えません。しかも F0 より下まで音響負荷がかかっているようです。このシステムは低音を持ち上げる余裕があります。トーンコントロールやイコライザーで持ち上げることで十分な低音を出すことができるでしょう。スーパースワンの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はこのスピーカーの音です。このスピーカーは低音のレベルが低いのでトーンコントロールが欠かせません。今回はトーンコントロールで低音を少し持ち上げてあります。
低材波の影響を避けるために台に乗せて低音の出口を60センチに持ち上げています。バックロードホーンの音は土管臭いのか、原音より立ち上がりの良い音はどう聞こえるのか、それではお聞きください。古いピアノにもたれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ大きなマグネットを使った高能率のシステムは高すぎる制動力の影響で微分特性になります。低能率のシステムで音量だけ揃えても同じ音にはなりません。この微分特性によって原音を超える高応答を実現しています。これが今まで謎だった高能率システムの音の秘密だったようです。自作のバックロードホーンは大抵の場合土管臭い音になりますから吸音材で共鳴を抑える必要があります。スワンに限らずバックロードホーンは吸音なしでは成立しないシステムと考えてください。スーパースワンに限らずバックロードホーンのほとんどが床にベタ置きでホーンの出口が一番下にあります。これは低材波を増幅させる最悪の構成です。せっかくのハイスピードサウンドがぼわつく低音で台無しになります。
ベタ置きによる低材波は2つ目の課題でした。低材波の影響を小さくするためには低音の出口を高くしないといけません。そうすると音源が高くなりすぎてしまいます。これについては一つの解決策があります。ホーンをもう一回折り曲げて出口を上に持っていきます。斜めにカットすることで出口の反射を減らします。この追加部分は裏側に付け足すだけで実現できます。次回はこれを実際に作った結果をご紹介します。ご視聴ありがとうございました。